今日限りであんたはクビよ。地味で愛嬌もないあんたより、妹のリリカに旅館を譲ることにしたのよ。実家の旅館で仲居として必死に働いてきた私。その一言は私にとって罰に等しかった。母さん、どうして？私すごく頑張ってるのに。母さんの言っていることが理解できない。真面目に頑張って仕事をしてるのに、どうしてクビにならなきゃいけないのか。しかし、妹のリリカばかりを溺愛する母はこう続ける。リリカを見習いなさい。この子の方が愛嬌もあって、お客さんからの評判が良くて、この旅館に貢献してくれてるのは知ってるでしょ？でも、いきなりクビだなんてあんまりだよ。もう決まったことよ。この旅館はリリカに継がせる。あんたはもう用済みよ。反論も虚しく、私は旅館を去ることに決めた。そう、この後旅館に起きることを想像しながら。私は橋本優子、27歳で母の典子、妹のリリカと共に実家の旅館を経営している。母さんが女将で、私とリリカは仲居だ。旅館はこじんまりとしたものだけど、老舗の旅館で繁盛している。これもお客様第一の信念で真剣に仕事に取り組んでいたおじいちゃんとおばあちゃんのおかげだ。私は小さい頃から二人の下で旅館の手伝いをさせてもらっていた。接客するとお客様が笑顔になってくれるのが嬉しかった。誰かを喜ばせることがたまらなく好きになって、それはもうのめり込んだ。いつしか私は二人に憧れて旅館で働きたいと思うようになった。だから私は必死に勉強して、ついにこの旅館で働くことになった。おじいちゃんとおばあちゃんと二人から教えてもらったお客様第一という信念のおかげだ。最初は真面目だね、丁寧だねと家族をはじめ多くのお客様から褒められた。とても嬉しかった。自分の今までの頑張りが報われた気がして。これからも旅館で働いて、もっと多くのお客さんに最高の笑顔と癒しと幸せを提供したい。そう思ってより一層頑張って働くようになった。とても充実した毎日だった。これ以上に幸せなことなんてない。そう思うほどに。でも、ある時を境にその扱いは変わってしまった。それはおじいちゃんとおばあちゃんが亡くなり、二人の娘である母さんが旅館を継いでからだ。以降、母さんはリリカばかりひいきして私を見下すようになった。リリカの方が世渡り上手で顔も可愛いからだ。それに対して私は地味な見た目で愛嬌がないと言われる。だから二人にいつも見下されている。母さんはリリカばかりお客さんの前に出し、外面をよく見せようとする。リリカは客の間でも、あの旅館の仲居が可愛いと評判で、男性客のリピート率が高い。確かにこの旅館はそれで繁盛しているけど、接客の本質は外面じゃない。どんなお客様にでも心を込めてもてなす真心だと思う。でも、母さんもリリカも分かってくれない。そんなこんなで、私はお客さんの目に触れないような裏方の雑務ばかりを押し付けられている。まるで当てつけのように。リリカの仕事ぶりを見ていると、私の信念は意味なんてないのか、なんて時々思うようになった。それでも、リリカが気づかないような仕事を私が陰でこなし、ひっそりとカバーしてきた。表に出られなくても、この旅館で日頃の疲れを癒してもらいたい。何より、おじいちゃんとおばあちゃんのお客様第一の信念は決して間違いなんかじゃない。何があっても揺らぐことがあってはならない。そう言い聞かせて裏方なりにできることはないか常に探していた。そんなある日、ある一人の老人が旅館に泊まりに来た。
ヨレヨレの服を着て髪もボサボサ。みすぼらしいという言葉が当てはまる外見だった。リリカは常連につきっきりだったし、老人がみすぼらしかったのもあって、母さんからあんたがあの老人をもてなしなさいと言われた。私はどんなお客様であっても手を抜かず、平等にもてなす。それがおじいちゃんとおばあちゃんから教わったお客様第一の信念だ。それに忠実に丁寧におもてなしをした。少し足が悪そうだったので階段で付き添ったり、近くを観光する予定だと話していたので観光のパンフレットを用意したり。君の対応は素晴らしいですね。とても丁寧で思いやりがこれでもかと伝わってきます。ありがとうございます。笑顔でそう言われて、私も笑顔で返事した。お客様の笑顔と言葉が旅館で働く上で一番嬉しい。こんな自分でも誰かの幸せに貢献できていると思うと自分も幸せになる。これがあるからこそ私はここで働いている。原動力と言ってもいい。ありがとう。君のおもてなしのおかげで癒されました。こちらこそありがとうございます。帰りのお見送りの際、老人は母さんとリリカがいる前でも私のことを褒めてくれた。再び感謝の言葉を告げた。お姉ちゃん、少しはやれるんだね。一応礼は言っておくわ。それを見た母さんとリリカは珍しく私に礼を言ってくれた。本当に？今まで私を見下していた二人が礼を言ってくれるとは思わず、つい聞き返した。本当よ。これくらいできて当然レベルのことはできているわ。素直でないながらも、その言葉が嬉しかった。血のつながった家族からの言葉は特別だ。少し認めてくれた気がして嬉しかった。それなのに、優子、あんたはクビよ。どうしてこうなってしまったんだろう。母さん、どうして？私すごく頑張ってるのに。すると、隣にいたリリカが口を挟む。だってお姉ちゃんって私より見た目が地味だし仕事できないじゃん。そうよ。リリカを見習いなさい。この子は評判が良くて、この旅館に貢献してくれてるのよ。それに比べて優子は。そんなことはない。リリカのような接客は私にはできないけれど、私は私なりに旅館に貢献してきたはずだ。でも、いきなりクビだなんてあんまりだよ。もう決まったことよ。この旅館はリリカに継がせる。あんたはもう用済みよ。何が悪かったの？ダメなところがあるなら直すから。私、ずっとここで働きたい。すると、母さんは、はーっと大きなため息をつく。扱いづらいのよ、あんた。接客はリリカがやってくれればそれで十分だし、だから裏方しかやらせなかった。そんな。私の目から大粒の涙があふれ頬を伝う。そういうわけよ。これで話は終わり。あなたはもう旅館の仲居でも何でもない。どこへなりとも行きなさい。自分のすべてを否定された気がした。どんなことでも全力でやって、最近になってようやく認められたと思ったのに、結局、私はこの人たちに認められることはないんだ。そう思うと、途端に悲しくなった。今までの頑張りは一体何だったんだろう。母さんとリリカに認められようとした意味は一体何だったんだろう。おじいちゃんとおばあちゃんから教わったお客さん第一の信念は一体何だったんだろう。無駄だった？結果がすべて？伴わなければ意味がない？外面さえ良ければいい？真心なんていらない？いや、そんなわけない。そんなことあっていいはずがない。だって、それを認めたら、お客様第一の信念で働いて、
この旅館を繁盛させたおじいちゃんとおばあちゃんを否定することになる。それだけは絶対にあってはいけない。でも、今の私じゃそれを証明できない。そのために私はどうすればいい？それから私はホテル暮らしを始めた。家族との仲が険悪になり、実家にいるのが辛かった。だから荷物をまとめて家を出た。もう実家には戻らないかもしれない。だから次の家を探しつつ働き口も探している。そんな生活をして4日、同窓会に誘われた。参加メンバーは中学3年のクラスだ。中学時代は楽しかった。だから行かない理由はなかった。後ろめたいことは多少あるけど、久しぶりに友達と会って話がしたい。そうやって少しでもこの落ち込んだ心を紛らわせたかった。クビ？うん。だって実家の旅館でしょ？そんなことある？私だってわからない。扱いづらい。妹に比べて出来が悪い。用済みだっていきなり言われてさ。もうどうしたらいいか。まさか実の家族に見放されるなんて、すごく辛かったよね。ありがとう。同窓会で再会した親友のゆかりに自分の現状を打ち明けた。実家の旅館はクビになり、今は無職。頑張って次の家と働き口を探している。そういった人には話しづらいことも、親友には包み隠さず話すことができた。それで帰ってきたのは、私を慰める言葉。根本的な解決にはならなくとも、その優しさがありがたかった。ほんの少し救われた気分になった。まったく、優子の母さんも妹もひどいね。優子は誰よりもお客様を大事にしてるのに。おじいちゃんとおばあちゃんから教えてもらった一番大事なことだから、何があってもそれだけは絶対に忘れない。昔からそうだったよね。お客様第一で働くんだって。念願かなって旅館で働けたのに、こんなことになるなんてあんまりじゃない？私、また旅館で働きたい。お客さんに最高の笑顔と癒しと幸せを提供したい。それが私にとって一番の幸せだから。優子はずっと頑張ってきたんだから、いいことあるって。あるといいな。思わず柄にもないことを言ってしまった。そのいいことは必死に頑張って、さらにまた頑張った人に訪れるものだと思う。私はまだまだ頑張りが足りない。現に旅館をクビになって今は無職。はっきり言って人生のどん底。でもこんな状況だからこそどうしても期待してしまった。そうなるように頑張るしかないか。期待するだけじゃ何も起こらない。行動して初めてチャンスは巡ってくる。だからまずは行動する。頑張って旅館に就職しよう。同窓会から3日。就職のために複数の旅館に書類を提出するも、すべて選考から落ちてしまった。また振り出しだ。これだけじゃ足りない。もっともっと多くの旅館に応募しなきゃダメだ。そのためなら時間も金も惜しくない。そうやって必死になっていると、それは突然やってきた。はい、橋本です。もしもし、私は以前あなたの勤める旅館に宿泊したものです。あの時の、どうなさいました？電話をかけてきたのは以前旅館でおもてなしをした老人だった。帰り際、連絡先を交換してほしいと必死にせがまれたので、勢いに負けて交換してしまった。わざわざ電話をかけてくるなんて何か用でもあるんだろうか。あの後、もう一度旅館に行ったのですが、あなたがいなくて、おかみさんに聞いたら辞めたと聞きました。
はい、実は、私はポツポツとクビになった経緯を話す。母親と妹に見下されていたこと。扱いづらい、仕事ができない、見た目は地味。だから用済み、お前はクビだ。そう真正面から言われたこと。親しい間柄でもない人にこんなことは話さない。それなのにどういうわけか話した？慰めてほしいのか、あるいは解決策を教えてほしいのか、それともどちらもなのか。理由ははっきりとはわからない。でも、とにかくありのままを伝えた。なるほど。では、急で悪いのですが、翌日あなたには来ていただきたい場所があります。事情を聞いた老人は、私をあるところへ誘ったのだった。すごい。翌日、老人に誘われたのは、ハイレベルなおもてなしで超有名な5つ星旅館。その外観は古いながらも品格を感じられる。話で聞くだけでもすごいのに、実際に目の当たりにすると、ただただ圧倒されるばかりだ。驚きましたか？いきなりこのようなところに連れてこられて。そんな驚いている私の前に、高級そうなスーツに身を包んだあの老人が現れた。そこに以前のみすぼらしさはなく、さらに驚いた。はい、それはもうとても。にしても、すごいですね、この旅館。一目見ただけで素晴らしい場所だとわかります。はっはっは。そうでしょう。何十年もかけてここまで成長させました。実は、以前旅館に宿泊した老人、大沢武さんは、この旅館の経営者だ。昨日の電話の時にそれを聞いて、衝撃のあまり、思わず大声を出してしまった。今目の前にいるこの老人は、それほどの大物だ。大沢さんは普段から自分の旅館の参考にといろんな旅館に宿泊しているらしい。そして最近旅館の優秀な仲居が辞めてしまって後継者に悩んでいるとのことだ。彼は上辺だけのサービスをするのではなく、常に相手のことを見て、かゆいところに手の届く接客ができる仲居を求めていた。そんな時、宿泊した旅館にいたのが私だったという。私がしたおもてなしの一つ一つに、大沢さんは感銘を受けてくれたそうだ。君の接客は、まさに僕が探していた理想の形だ。相手がどんな人であろうと、丁寧におもてなしをし、相手が求めていることを察知しようとする姿勢はとても素晴らしいものだった。欲しいのは、まさに君のような人間なんだ。そんな、恐縮です。一度は断ったけど、大沢さんは私を必死に説得してくれた。この旅館で働かないかと。それも、住み込みという好待遇で。私はその信念と熱意と認めてくれた嬉しさから、この旅館で働くことを決意した。働き始めてみると、さりげないおもてなしが細かいところまで行き届いていて、本当に素晴らしい旅館だと感じた。外観、内装、お客さんへの対応、どれも隙がない。従業員には外面でどうにかしたりする仲居は一人もいない。みんなただ、お客様が気持ちよく過ごせるように、自分たちが何かできることはないかをひたすら考えて働いている。まるで幼い頃に私が憧れたおじいちゃんとおばあちゃんみたいだった。だから、こんな素晴らしい人たちと一緒に働けてとても嬉しい。そんな先輩たちに刺激を受け、楽しく充実感を持って仲居の仕事に取り組んでいる。ずっと勉強の毎日だ。本当にこんな幸せなことがあってもいいんだろうか。実家の旅館で裏方の雑務ばかりだった私が、これほど素晴らしい環境で仲居として働けるなんて。それに、橋本さん、山田さん、二つ上の先輩である
山田翔太さんだ。彼は私がこの旅館で働き始めたばかりの時、ここのルールを教えてくれた人だ。誰にも優しくて思いやりを欠かさない。お客様への対応もとても丁寧で、非の打ちどころがない。おまけにイケメンだ。だから、好きになるのに時間はかからなかった。社長が君を呼んでるんだ。大沢さんが？どうして？わからない。でも大事な話があるって。了解です。大事な話と言われたら拒否するわけにもいかない。だから、すぐに大沢さんのいる社長室へ向かった。来てくれましたね、橋本さん。大沢さん、大事な話って一体？大事な話と言っても、そこまで堅苦しいことではありません。ここで働き始めて少し経ったけど、どうかを聞きたかったんです。なるほど。とても充実しています。この旅館はあらゆる面で隙がなくて、細かい気配りが隅々まで届いている。こんな素晴らしい環境で働くことができて、私は満足です。ありがとうございます。そう言ってくれると、ここに迎えた甲斐があったというものです。しかし、お客様へのおもてなしに限界はありません。常に全力で丁寧に平等に最高のおもてなしを追求していきましょう。はい。大沢さんもお客様第一の信念を持っている。それに共感してくれて、天津さえここで働かせてもらっている。ゆかりの言う通り、いいことがあった。頑張って頑張って、さらにまた頑張って、ようやくチャンスをつかむことができた。ありがとうございます。私を拾っていただいて。私が今ここにいるのは、すべて大沢さんのおかげだ。改めて感謝を伝えた。君はお客さん第一の信念で仲居として働いています。それはとても素晴らしいことです。はい、おじいちゃんとおばあちゃんから教えてもらったんです。その二人はとてもいい人ですね。だから、これからもその信念を大切にしてくれると嬉しいです。ありがとうございます。大沢さんに信念と二人を褒められてとても嬉しかった。本当に私は恵まれている。素晴らしい人たちに出会って素晴らしい信念を教えてもらって素晴らしい環境で働かせてもらっている。間違いなく今が一番幸せだと胸を張って言える。今までの恩に報いるためにもずっとここで頑張っていきたいと思った。優子、急いで私の旅館に戻ってきて。1ヶ月後、突如母さんから電話がかかってきた。何でも旅館にクレームが殺到しているとのことだ。今まで母さんは妹の外面の良さと美貌でうまくやってきたと勘違いしていたようで、実は私が妹の至らない部分をカバーしていたからうまくやれてこれたことにようやく気づいたらしい。本当にごめん。あんたの接客を軽く見てた。確かにお父さんとお母さんの接客の影響を受けたものね。それならレベルが高くて当然だわ。だからあんたさえいればこの旅館は持ち直せる。お願い。今度はもっと接客させるから。私がいなくなってから実家の旅館の接客レベルがすごく落ちたと噂が広がり、予約が次々キャンセルになっているらしい。繁盛から一転、今や閉業一歩手前だ。優子のおじいちゃんとおばあちゃんから受け継いだ旅館よ。あなただって亡くなったら嫌でしょ？確かにその通りだ。あそこは私を育ててくれた故郷とも言える場所であり、私を旅館の従業員として育ててくれた二人がいた場所だ。思うところはある。でも、もう戻る気はない。どうして？母さんとリリカはおじいちゃんとおばあちゃんのお客様第一の信念をないがしろにした。それがなければ今こんなことになってない。
そうだ、おじいちゃんとおばあちゃんがいた頃はこんな旅館じゃなかった。そうよ。だから今頑張ってるの。それが分かったから。お願い、優子、戻ってきて。あなたがいてくれたらまだ間に合う。本当に分かっているのだろうか。いや、そもそも私がいなくなって気づくのでは遅い。すでに旅館の評判は地の底に落ちているのだから。ごめん、母さん。私ね、今は別の旅館で働いてるんだ。そこはね、従業員みんながお客様が気持ちよく過ごせるようにって頑張ってる。だから私もここで働きたいって思った。忙しいけど楽しくて幸せなの。二人がそれに気づいてくれたのは嬉しいけど、もう遅いよ。そんな、私たち家族でしょ？こういう時だからこそみんなで力を合わせて頑張りましょう。都合が良すぎる。母さんとリリカはおじいちゃんとおばあちゃんとその信念をないがしろにした。その結果、閉業寸前の悲惨な状況に陥っている。それに対して大沢さんはそれを尊重してくれたし、従業員みんなにそれを徹底させてる。その結果、超有名な旅館へと成長して、その勢いをずっと維持している。この二つの差はすでに分かってる。お客様への真心だ。やっぱり戻る気にはなれない。どれだけ考えても答えは変わらない。私は母さんにそう告げて電話を切った。その後、母さんとリリカの努力も虚しく、実家の旅館はすっかり悪評が広まって閉業に。リリカは別の旅館に再就職するも、今までは母さんがお膳立てしてくれていてうまくいっていただけで、少し注意されただけですぐ辞めるような根性のないタイプだった。今は職を転々とし、清掃業や事務などの裏方の仕事を余儀なくされているようだ。母さんは収入ゼロで旅館を売却。また、外面重視で美貌にお金をかけるので、すぐそこをつき、再就職は叶わずアルバイト。私はその後も大沢さんの旅館で日々奮闘している。実家の旅館で培った経験と、おじいちゃんとおばあちゃんから教わったお客さん第一の信念は今も忘れることはない。おじいちゃんとおばあちゃんが働いていた旅館がなくなってしまうことはすごく悲しかった。いろいろあったけど、私を旅館で働く人間として育ててくれたことに変わりはない。あれがなかったら今の私は存在していない。だから心の底から感謝している。そうやって何年も働くうち、仲居としての手腕が認められ、次期女将の最有力候補と言われるまでになり、今もなお修行の毎日を送っている。そして山田さんと交際することになった。結婚を意識した付き合いをしていて、その日も決して遠くはない。とはいえ、今までとやることは変わらない。お客さんに最高の笑顔と癒しと幸せを与えるためにはどうすればいいかと追求し続けるだけだ。ありがとうございます。とても癒されました。こちらこそありがとうございます。そう言っていただけてとても嬉しいです。私の使命は上辺だけの接客をするのではなく、相手に寄り添い心からのおもてなしをすること。お客さんが気持ちよく過ごせるように、これからも目配り、心配りを大事にする。お客さん第一、この信念を持って、私は今日も仕事に励む。それが私にとって一番の幸せだから。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。